。ストライモンといえばもう今や大定番大人気ブランドなわけですけど、そんなストライモンの中でも特に愛されている機種といえばディレイのタイムラインとリバーブのビッグスカイじゃないかなと思います。でそんなストライモンのビッグスカイもう出てかなり経つわけですが、この度ビッグスカイ MX として生まれ変わりました。10年ぐらい経ってね、サウンドの流行もそして技術もだいぶ変わったよねってことで、このビッグスカイ MX かなりパワフルなリバーブとなってます。どんな感じなのか早速見ていきましょう。はじめにビッグスカイ MX でどんなサウンドが作れるのかいくつか聞いてみましょう。こんな感じで非常にクリアかつ重厚なサウンドですね。いろんな方向性の綺麗さというか、だいぶ幅の広い音作りができそうな感じがしてます。まずはビッグスカイ MX 軽く音を作りながらどういう機材なのかざっくり掴んでいきましょう。いろいろつまみとかあってちょっと難しそうに見えますが、意外とシンプルというか、基本的には一般的なリバーブ単体キーっていうイメージで使えます。これがブランクプリセットというか初期値の状態なんですけど、最初にビッグスカイいろんなリバーブタイプがあるので、左上のつまみからタイプを選べます。ルームとかホール、プレートとか見慣れたやつはもちろんですが、クラウドとかコーラル、ノンリニアみたいなあんまり他の機種では聞かない変わったモードも多いですね。新型 MX になってインパルス、IR なんかにも新たに対応してて、これも大きな目玉になってたりします。まずは一旦シンプルなプレートモードを選んでサウンドメイク掘り下げてみましょう。基本的にはこのずらっと並んでるつまみ、これでコンパクトエフェクターみたいに直感的にコントロールできます。ディケイとかプリディレイとか割と見慣れたものが並んでるんですが、ビッグスカイ MX すごいのがこういうパラメーターの変化の幅がすごい大きくて、これ回すだけで全然違うサウンドになるのが面白いところです。例えばこのディケイ、一般的にイメージするディケイのかかり方と比べるとだいぶ長いですよね。めちゃめちゃ雰囲気があります。シンプルなプレートモードを選んでディケイ伸ばしてるだけでこんなアンビなサウンドが得られるのはかなりすごいですよね。他にもプリディレイなんかも設定幅が広くて、
マックスだとかなり遅くすることができます。なのでちょっと変わった使い方もできそうなんですが、基本これだけで部屋の雰囲気というか広さ感を直感的にコントロールできるのがいいですね。で、ビッグスカイ MX、表に並んでないパラメーターもたくさんあるんですが、それはこのバリューというつまみからアクセスできるようになってます。ローカットみたいな細かい要素とか、あとそのモード特有のパラメータなんかがあったりしますね。例えばシマーリバーブならシマーの音程とか、インパルス IR モードなら IR ファイルの選択だったり、あと面白いとこだとホールモードの中にこのスウェルっていうパラメータがあって、こういうサウンドが作れたりします。新型 MX になる前はスウェルって独立のモードがあったんですけど、今はホールに集約された感じですね。で、よく使うパラメータはいちいちこのメニューみたいなの開くのめんどくさそうに思うんですけど、フロントのこのパラム1、2というつまみにパラメータを登録できるので、クイックにアクセスすることができます。こんな感じでビッグスカイ MX、 分かりやすくていろんなリバーブサウンドが作れるわけですが、ここからはいくつかのモード、特に特徴的なサウンドに注目して掘り下げてみましょう。まずこのクラウドモード。これめちゃめちゃ綺麗で幻想的なサウンドですね。以前にこのクラウドバーストっていうリバーブ紹介したんですけど、このクラウドバースト、まさにこのビッグスカイのクラウドモードを元にしてる単体機だったりしますね。このモード、ざっくり言うとストリングスアンサンブルみたいなサウンドを付与できるモードです。思いっきりやるとこんな感じ。ストリングスマシンというかパッドシンセのようなサウンドが作れます。思いっきりかけてオーケストラっぽくするのも面白いし、うっすらとかけてあげるとシマーリバーブなんかとはまたちょっと違った幻想的な雰囲気を出せるモードですね。幻想的というとやっぱ欠かせないシマーリバーブ。ビッグスカイ MX のシマーかなり綺麗です。うっすらとハイピッチでかけてますが、めちゃめちゃ透明感がありますね。シマーって機種によって設定できるパラメータに限界があったり、サウンドの雰囲気が違ったりするんですけど、ビッグスカイ MX はいじれるパラメータも多くて、何よりクリアなサウンドなんで、自分の出したい雰囲気に近づけやすいのがいいですね。ピッチシフト部分の音程とかもいろいろ変えれるので、高い音だけじゃなく低めで重ねるのも幻想的で好きです。ビッグスカイ MX かなりマシンパワーが高くて、低い音もクリアに再生できるので、こういう重厚な雰囲気出しやすくていいですね。そしてモードといえば、この新型 MX で追加されたインパルス IR。これに触れないわけにはいきませんと。ギタリスト的には IR っていうとアンプシュメのキャビネットのイメージが強いかもですけど、リバーブの世界でもミックスのプラグインとかで IR かなり使われてます。
IR って基本響きを収録したやつを再生する感じなので、こういう現実の部屋空間っぽいサウンドを出すのが得意ですね。あとは往年の名機的なサウンド、例えばこれ480なんでレキシコンっていう有名な機材のことだと思いますけど、そういうサウンドを再現するのも得意です。単に IR を選んで再生するだけなら、別にそこまででもないんですが、ビッグスカイ MX のすごいなと思うところは、この IR ファイルをベースにいろんなサウンドメイクができます。例えば分かりやすいところではリバース。これ IR を反転させてるんだと思うんですけど、何とも言えない雰囲気があっていいですね。リバースっていうと飛び道具っぽいイメージがありますが、シンプルに立ち上がりの遅いリバーブとして使うと綺麗で雰囲気が出ます。だいぶ独特のニュアンスがあってかなり使えそうですね。リバース以外にも一押しなのがこのストレッチ。これ IR の波形を引き伸ばしてる感じですが、ディケイで残響を伸ばすのとは違ってちょっとグラニュラーっぽいというかローファイな雰囲気が出ていいですね。このストレッチとリバース組み合わせたりなんかするとかなり今風の残響感が作れます。IR っていうとただ選ぶだけみたいなイメージがありますけど、これだけね現代風のサウンドにできちゃったりするのがビッグスカイ MX の IR のかなり面白いところだと思います。という感じでビッグスカイ MX ざっと紹介してきたんですが、正直紹介したい要素が多すぎてまだ触れてないモードもいっぱいあるし、機能的にもリバーブの2個掛けなんか実はできるんですけど、そのあたりもう1本後半というか2本目の動画を作って紹介しようかなと思ってます。今回はざっと全体感を中心に見てきましたが、最新機種って感じのめっちゃクリアで綺麗なサウンドももちろんだし、IR が意外と深くて、今風のグラニュラーっぽいサウンドも出せたりするのが個人的にビッグスカイ MX のかなり楽しいポイントだなと思います。より実践的な使い方なんかも2本目で見ていきたいと思うので、動画が上がったらね、ぜひそっちも見てみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。